おはようございます。たかしです。本日は2月28日水曜日、ただいま9時20分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね、昨日の冷やしは長い下髭の陰線になっております。陰線ではあるんですが、下髭も長いので、やはりこの買い圧力、ある程度下がってくれば買い圧力が入ってくる。そして上がってくれば売られやすいという、下がれば買われ、上がれば売られという、そういう相場にあるっていうのがわかりますね。現在はこの冷やしの過去の高値を結んだ黄色のラインを上抜けて、そこで値固めしているようにも見えますので、ここで値固めができるのであればもう一段上昇。最終的にはここですね、195円ぐらいを目指して上昇していくと考えますが、今一旦押しをつけるのか、それともこのまま黄色のラインの上で値固めをして195円まで上昇していけるのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきております。過去にも一度ここですね、2月の13日ぐらいにチャートが一旦下落してますが、そこでストキャスティクスはデッドクロスしてます。この時の下落幅が2円前後になりますので、今回も直近の高値が191円付近になるので、そこから2円下落すると考えると、189円ぐらいまで下落してもおかしくないのかなと。そうすると大体このあたりですね、白い水平線、これは188.6付近なんですが、大体そのあたりまで冷やし単位が下落してくるということになりますので、GMMA の青帯も近くなってきますので、そこからの次、冷やしの上昇に入っていくということも考えられます。今はストキャスティクス高値圏、それから GMMA との乖離もありますので、そこまで下落してくる可能性はあるんですが、先ほど言いましたように、この黄色のラインの上で今、値固めをしているようにも見えますので、そうするとここからの上昇で195円を目指していくかもしれないので、まずはこの黄色のラインを下抜けてくるのか、それとも現在地で値固めを完成させてしまうのかっていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインに沿って綺麗に上昇しております。昨日もトレンドライン付近まで下落してきて、そこからの反発になってます。現在ストキャスティクスはゴールデンクロスしてきてます。ただちょっとマクディが怪しいので、このまま直近の高値、月曜日の高値を上抜けるような動きになるかどうかはちょっと懐疑的ですが、もしかするとこのあたり、先ほどこの黄色のラインの上で値固めをしているように見えると言いましたので、この辺付近でもう少し横のレンジとかを作ってくるのであれば、そこからの上抜け上昇を考えるんですが、マクディを見ているとオレンジのトレンドラインを下抜けする可能性も考えられますので、その場合は下落してからそこの流れについていけばいいと思います。オレンジのトレンドラインを下抜ければ、次はこの白いラインぐらいまで下落する可能性がある。それが先ほど言っていた189円付近ですね。ですので、そのあたりまでの下落を見ておいてもいいと思います。基本的には GMMA の青帯上向きで、そしてトレンドラインまだ下抜けてませんので、今の上昇トレンドについていけばいいと思います。では1時間足です。4時間足は GMMA の青帯上向きの上昇トレンドだったんですが、1時間足の GMMA は横ばいになってきましたね。ということは今はレンジを想定しておきたいです。赤い水平線を引きました。直近の高値、それから直近の安値、昨日の安値付近ですね。ざっくりとですが 191.3 から190.3 の間の1円幅のこのレンジを作ってくる可能性がありますので、その辺の動きを見ておきたいですね。そして現在はそのレンジの中央付近にありますので、上がるか下がるかが分かりにくいところという感じです。ただしこの昨日も反発してきましたオレンジのトレンドライン付近まで下がってくれば再び反発していく可能性は高くなりますので、基本は上位足は上昇トレンド中ということはお忘れのないようにお願いします。1時間足ストキャスティクスは今デッドクロスしてきてますので、やはり上値は重くなるだろうというところで、もし昨日安値ぐらいまで下がってくれば、そこでのダブルボトムをイメージできますし、月曜日の高値まで上昇していけばそこでのダブルトップもイメージできますので、今はどちらもトレードとして狙っていけるポイントにはあると思います。では次はドル円です。ドル円冷やしからなんですが、こちらは相変わらずの小動きというところで、こちらもポンド円と同じく昨日は長い下髭の陰線にはなってきております。ただここのところローソク足の実態がすごく小さいですよね。ですのでドル円の現在はかなりトレードがしにくくなっている。
ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからダラダラと下落していく可能性もあるし、MACD も弱いですので、そう考えると GMMA の青帯ぐらいまでダラダラと下落する可能性も十分あります。現在目指しているのは白い水平線 151.9 付近ですね。だいたい152円を目指しているんですが、今は一旦踊り場になっている、もしくはここからトレンド転換で一度下落するかもしれませんが、踊り場として上抜ける可能性もありますので、こちらもどちらに行くのかが分かりにくい。直近ではこの辺りでレンジになってますよね。ですのでこれを抜けた方についていくのがいいと思います。では4時間足です。先ほど日足でレンジと言っていた部分がここですね。こんな感じですね。ざっくり描くとこんな感じでしょうか。ですので、この中での今は動きになってますので、まずはこのレンジを見ておきたいですね。ただし、このオレンジのトレンドラインにも昨日は接触して上昇してきております。このトレンドラインはここから引いているんですが、こんな感じ。ここですね、12月の28日頃の安値から引いているこのトレンドラインになりますので、今そこに昨日は接触して上昇はしてきておりますので、やはり本日も下落してくれば、このトレンドラインは意識されてくると思いますので、その辺からの反発は見つつ、基本はレンジの中で動いているので、レンジ上限からは売られやすいし、レンジ下限からは買われやすいっていうところを見ておくのが分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足は完全に方向感がありません。ポンド円も同じなんですが、GMMA の青帯が横ばいになってますね。そして昨日も上がったり下がったりと方向感のない動きをしておりますので、基本はレンジです。先ほど4時間足で言いましたように、黄色のボックスの中でのレンジを今までこの上がったり下がったりと分かりにくく動いているのが現状です。ですので先ほど言いましたように、4時間足のこの黄色のボックス、上限まで来れば売られやすいですし、下限まで来れば買われやすい。その前にこのオレンジのトレンドラインがありますので、昨日安値付近まで下がってくれば、そこはダブルボトムが意識されると思いますし、月曜日の高値まで上がってくれば、次はダブルトップが意識されますので、その辺の動きを見ておくと分かりやすいと思いますので、トレードポイントをしっかり絞っていくことが大切ですね。どこでもいいので、チャートを開ければ、どちら向きかにエントリーしようみたいな、そういう考え方をしていると、打っても勝っても負けますので、しっかり待つということを大切にしてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。今週で月足が確定しますので、今週末の限定動画は月足分析になります。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。